Hello 啊，大家！就在去年年末的时候，有一个非常非常令人高兴的消息，就是居然要看到辉夜的，有点像是最终季，反正就是一个剧场版出来吧。当时就是非常非常激动，毕竟看到上一部辉夜的时候已经是22年了。看过我推的孩子的 reaction 的朋友应该知道，就是我有说过，我去看我推也是因为我非常喜欢辉夜大小姐，他们是同一个作者的嘛。慧大小姐想要我告白这个系列就是前3季，当时我最开始就是在高中的时候看的，当时我就觉得辉夜大小姐这部作品真的会是我心中就是最喜欢的作品之一。更了解我一些的朋友应该知道，我并不是非常热衷于看恋爱番，尤其是比较正统的恋爱番。当然辉夜大小姐它更像是偏轻恋爱喜剧的感觉吧。但是非常非常拿捏住我的一个点，就是在于辉夜大小姐她所呈现出的那种校园青春感和她的社团活动和同伴们的羁绊等等，也少不了制作组的这个厨力满满吧。就是从1到3季，每一季都在给出非常多非常优质非常有想象力的演出，我真的是很爱了。本来它刚出的时候我就想抓紧看来着，但是其实年初的那段时间我就是得流感了，然后在家卧床了好几天，然后后面有一些行程也被打乱了，所以就导致我1月份本来应该紧锣密鼓的就是跟上这一季度的一些更新，但是呢就一直在被拖后，然后呢现在才找到时间去录制吧。说到这里我必须要提一下，就是我是没有看过任何的漫画和相关的剧透的，我的这个印象还是停留在第3季和后面那个剧场版，就是那个初吻永不结束吧，就是那个关于圣诞的那个。我的理解是这一部的特别篇应该就是连着那个圣诞之后的故事吧。那我们就直接开始来看吧。又是这种嗓音和这个 OP。哦，这是之前真的有一种有爷星回的感觉。啊，我真的很想大家，好吧？还有当时第3季的气球。哦，当时的烟花。哦，这是剧场版。太多回忆了。当时已经坏了的手机。懐かしいわね。哦，也让我好怀念。石上くん、燕先輩が卒業してからおかしくなっちゃって。他当时最后修学旅行。时尚跟学姐还未完待续呢，好像。あの頃は篠宮家からは逃げられないと思う。女子。そんなことはないのにね。会長の留学が目前に迫って、私なんか焦ってしまって。どれも懐かしくて、すべてがかけがえのない大事な思い出。これ神经啊！あ、でも確かこれは私の誕生日の。有但是但也是还是如此的清秀，并非普通。
で、なんでまたこんなドッキリを。決まってるじゃないですか。かぐやさんの誕生日サプライズですよ。誕生日サプライズ。哇，真的熟悉的感觉一下就回来了，ドッキリを仕掛ける行為。完全对味儿的旁白。しかし、ドッキリの思考次第では嫌がらせになりかねず、仕掛け人のセンスが問われる。そこに関しては私も悩んでるところでして。聪明的一休。萌葉に手錠をもらって変な思い出になっちゃったじゃないですか。クリスマスを思い出すたびに手錠が頭をよぎって。いやまあ、そこは別に。不是。篠宮からのクリスマスプレゼント。文房具セットっていうのはなんか石神っぽいチョイスだな。我也好想时尚啊。消え物だし、ちょっと寂しさもあるよな。よければ一緒に巡りたいです。またみんなで一緒に見ましょう。烟火大会。私が選びたいです。そもそも篠宮の誕生日って先週だろう。タイミング逃してないか。というか俺はもうプレゼント渡したし。一応今日って私の誕生日なんだけれどね。哦，这个就是他开头戴的那个项链。ここの人たちにそんな人間らしいものを求めても仕方ありません。好美啊。ですが、実はお預かりしているものがあります。みゆきくんからです。哦。会長が？みゆきくん。ネックレスです。很配他なか呀。なかこじゃれたものを送ってきましたね。早坂、定規持ってる。ん？やっぱり 24.8 センチ。長さが何か関係あるんですか？ B イコール2パイルート G 分の L。 什么？私什么东西？共に時間を過ごせますようにと願いを込めて、その返答がこれよ。那个小辉夜都出来了。 G 分の L で 24.8 センチメートルということは周期が 0.9995、 1往復でほぼ1秒になる。つまりこれは振り子のせいなのよ。挺きっと今会長も同じものを身につけているんだわ。啊。同じ時を生きよう。このアクセサリーにはそういう意味が込められているのよ。听不懂，但是好肉麻，好甜蜜呀。ですか。ちゃんと祝ったという事実が大事なんです。じゃないと私の誕生日祝ってくれないかもしれないじゃないですか。私欲じゃん。会長はどんなドッキリがいいと思いますか？かぐやさんの慌てふためいた顔見たくないですか？にこやかに言うことゲスだな。例えばほら、私たちが突然喧嘩し始めてギスギスした空気からのドッキリでしたみたいなのとか。俺ああいうの苦手なんだよな。テレビでやってるとチャンネル回す。じゃあ逆にイチャイチャしますか？イチャイチャ。冬休みの間に会被刀的好吗？小心。つき始めて。いや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 俺と篠宮冬休みに付き合い始めたばっかなんだけど、そんな会被谋杀的好吧？話してないからな。周りに知られると篠宮の家柄的に問題ありそうだし。かぐやさん来たかもしれません。喂。時尚。なんだ石神くんか。何ですかこれは。私と会長冬休みから付き合い始めたんだ。そんなハゲ面女と付き合う男がいてたまる。ドッキリ仕掛けるにもごちゃつきすぎです。ハゲか交際かどっちかに絞ってください。マジひでえ。登録者1000人くらいの YouTuber でももう哦，拉面大叔。こんなんじゃ篠宮さんが騙せませんよ。何も言ってないのによくわかるな。っていうか、会長が藤原先輩を選ぶ证人大失败。时尚一直在输出。そこまで言うならわかりました。私と石神くんが付き合ってる設定でいきましょう。なんで僕が？散々言ってくれた罰です。このセメクでじっくり反省してください。ってなんで私と石神くんが付き合う設定が罰なんですか？普通の男子なら結構喜ぶ場面なんですけど。今度こそかぐやさん。みミカちゃんか。ねえねえミカちゃん、石神くんに彼女ができたの知ってます？お
相手は誰？他绝对会。それは私です。他信了。何それ最悪。もう世話とかいいからしばらく私に話しかけないで。リコちゃんドッキリ。他绝对会信的。ドッキリ？なんだびっくりしました。头发变成藤原先輩が石神なんかと付き合うはずないですもんね。そうですよ。常識で考えてください。だと思った。ダメです。石神くんを彼氏役に据えるのは地雷臭がします。だな。いいのは何をすれば篠宮が驚くと思う？そうですね。例えば私が何かミスをするとします。そしたら白金会長他又开始了，他总是他总是那个 M 属性大爆发。这是什么画风啊？这是那个很謎の DV 体制見せつけてくるのやめろ。やっぱりここは最初に立ち戻って。遅くなって申し訳ありません。ねえ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 、かぐやさん、会長に彼女ができたの知ってます？あら。啊，他应该已经 get 到了，他们想干嘛？反而他反将一军。什么动静？私がこの人の彼女です。私と会長は冬休みからお付き合いしています。还真是啊。直接爆了。キッスだってもう何度もしています。脸红的米子，是真的。驚きましたか？それはもう。そうですか。并非整人，并非假的。最初から見えていましたよ。こういうのはちゃんと隠さないと。あ、なんだ。びっくりした。私もです。俺まで驚いたぞ。ごめんなさい。でも。啊！少しだけ。天哪，太甜蜜了！我的妈呀，太美味了，太可爱了，就是要这样。谁懂？あの時の皆さんの慌てふためいた顔、傑作でしたね。这已经长大了的辉夜。そういえばこれを買ったばかりの頃、白金とかぐやが交際し始めて数週間、かぐやには家を抜け出せるタイミングというものがあり、白金にもバイトの予定がある。ゆえに恋人のことはまだあまりできていない。二人にとって最も恋人らしいことといえば夜遅くまで続く LINE のやりとりであろう。だがそんな関係にも変化が訪れる。初通話、かぐやと白金、恋人になってからの記念すべき初通話のお誘い。しかし問題は同室には妹が我真的会这样锻炼，好吧，我就这么锻炼的。プライバシーがないのである。外面很冷的，哇！ 2分後。就是很青涩啊，もしもし。我就在耳边的感觉。
なんで笑ってるの？会長だなって思って。なんだよそれ。なんでも付き合いたての初通話は大抵よくわからないテンションに陥り妈がちで呀，あ这る。真的，かぐやは通話だと甘えた小姉になるタイプだった。今日何食べたか、友達の話や最近あった面白い話、無意味に思えるたわいのない話をし、時折思い出したように修学旅行について話す。这真的太青春了，我天そんな呐！ものは通話の口実であり、互いにそれを察しているのが少しこそばゆかった。かぐや様、明日も学校ですので早めにお休みくださいませ。分かってるわ。平気？平気です。今実家のお手伝いさんがいて。じゃあ通話切る。いえ、問題ありません。布団の中でこっそり続けちゃいます。无敌了，无敌了！布のこすれるノイズ。会長は部屋ですか？ああ、家の外。うち狭いから。それはいけません。今夜は狭いじゃないですか。我的妈呀，炸了暑くして！るし平気。風邪ひいちゃいますよ。私、会長の負担にはなりたくないです。時間妈呀，は这深夜の真的太1時。甜了！我真的有幸可以品ここ尝到吗？が通話の切り時に思えた。いや、俺も布団の中で話すわ。白金はまだ通話をしていたかった。布団かぶれば防音できるだろ聊了快2个小时。かぐやは変な笑い声を出した。会長、お布団入りました。大丈夫？音こもってない？平気。二人とも布団の中ですね。だな。だから何その笑い方。おかしく没有不孝的义务。ちなみにどんな風でしたか？ひどい。言ってませんよ。做不到别。我天呐，我的神 ，A1 是我的神。とまあ名所はたくさんあるが、篠宮が回りたいところある？篠宮。一整夜听着彼此的呼吸声入睡了，那很有生活了。おやすみ、かぐや。卡古亚，哦，521，さすがに暑かった。震撼。聞こえてた？とても哦，割と防音性ね。これ。相手かぐやさん完全不隔音。まあ。めちゃくちゃイチャイチャしてたよね。ちょっと。他爸爸也能听到吧？篠宮さんちのかぐやちゃんはうちの長男と神人话吗？父さん。伊藤润二，父さんは知ってたぞ。ずーっとな。真的受不了了。爸で看吧。ずっと言いたかったことだよ。今何だと思ってるの？阴暗爬2時行ぐ。らい？ 50ぐらいだよ。もうすぐ日本の夜が明けるけど。そう腹減ったな。こでっちゃん焼くけど食いながら詳細聞く。会長にしての名前の呼び捨て妈呀！我要糖尿病了，这齁甜，真的好吗本？日の通話時間。
5時間21分。5、2、1。会長の昔の家、あんな狭いところに家族3人で楽しそうだったわ。あの家も懐かしい。まだ残ってるのかしら。娘、そして息子よ。大切な話がある。落ち着いて聞いてほしい。なんだよ改まって。急な話なんだが、父さん YouTuber で食っていこうと思う。なんでだよ !YouTuber ってあれでしょ ?3D のアバターでしょ。不是，翅膀真的很喜欢 VTuber 这个概念吗？迪奥的声音也。とりあえずイメージ絵を描いてみたんだが、どう思う？詐欺もいいとこってかうめえな絵。父さんこれを他自己画的，这有点像让啊， 2D でデフォーマかけまくって最终季的让。グリグリ動かそうと思うんだ。めちゃくちゃ調べ上げてんな。 OBS 等の僕は昔仕事で触ったことあるし余裕だ。なんだった哦，ら他还挺懂的。 DAW の VST でボイチェンかけて萌え声系もわかんねえわかんねこんなに噛み砕いているのにか。父親がバーチャルな存在とか友達にバレたら学校行けない。え。却下だ却下。そうか、ダメか。だったら普通に YouTuber は？それならまあギリ許容範囲内だけど。じゃあそうしよう。他本来就想做 YouTube 今の吧。完全にドアインザフェイスだよね。ほっとけばいいよ。どうせ稼げるわけねえし、すぐ辞めるだろう。というのが数ヶ月前の話。ただいま。借金の上に離婚の慰謝料か。なかなか厳しい。なんだよ。ところでまた火加減ごっこしてんのかよ。英語でアラモニという。バイトで疲れて帰ってきた息子に。他做的风生水起。てか今登録者数何人よ。100人いってたらおん。怎么起号的？ここ最近で登録者指数関数的に増えててね。正直むちゃくちゃ稼げてる。マジ言ってんの？ストリーマー。数えきれないうぞうむぞうとほんの一握りのスターが入り乱れる YouTube 界。这首歌好像那个 Red Wimps 的那个前世是。元経営者としてのマーケティングスキルや波乱続きの人生で得た稀有なエピソードトーク、また高い編集力と職業不定ならではの更新頻度を駆使し、チャンネルはまさかの収益化成功。他爸真的超人啊，干什么都能赚吗？それじゃあまた明日。ふう。お疲れ、お父さん。疲れてないお父さん。お父さん。子供たちが数年ぶりにお父さんと呼んでくれたぞ。好会抓效果。はいどうも、5億円の借金を背負った男、ホワイトおじさん。今日も元気に台所前から配信するぞ。それじゃあね、借金返済を目指して相談に答えていきますよ。お、子供の学費赤スパさん。什么音效？赤スパって1万円とかだよね。3割手数料で取られるとして7000円。お、登録者5万人おめ。赤スパサンキュー。お兄、見ててね。そうね、不動産は危険かな。であれば話は変わってくるね。基本的に、くるくるしてる？超绝不经意路过。結納金です。かわいい。娘ちゃんお納めください。カメラの前横切るたびにね、なんでかみんな1万円くれるの。いけないって分かってるんだけど、もう何回かわざとやってるんだ。可以理解。元が良くない価値観に染まり始めてる。前引。いけないこと。ほらお兄見て、みんな私のこと可愛いって。私もショールームとか始めよっかな。不，不要。俺はどうすれば。同性からの相談だと。
太好笑了，直接要走捷径了是吧？おまけ。怎么还有番外篇？哦，哇，这个帧数ねえみんなもっとお金は大事にしなきゃダメだよ。そんなにお金持ちな人ばっかり。真的有这么流畅吗？いやだからお金投げるのやめよう。好可愛。全然分かってないじゃん。だから違うの。お願い止まってよ。ちょっと。太可愛額は了。80万を突破した。あの話を聞いた時が一番驚いたかもしれないわね。あの珍妙奇て烈なお父さんが配信者として一発当てるだなんて。でもそのおかげで会長もいいマンションに引っ越すくらいの蓄えができ原来是这样子有的资それ金，どころか家の借金まで。这等于是他们未来的家吗？这到底是多久以后了？新居のマンションに連れて行ってもらったのは確か都已经好几本这个相册了啊！结束了，ED。感觉唉，又想继续看又舍不得看的感觉。我真的很爱，我还是很怀念呢。这是辉夜的声音吗？我从来没有跟任何人就是打一晚上的电话过，甚至好几个小时可能都没有。可爱睡颜。能感觉出来，这应该是已经跟上一部就隔了有一段时间了吧？这个辉夜已经是就是将头发梳成大人模样的感觉，然后他现在类似于是在忆往昔，然后我们又看到了曾经的一些故事吧。看到那个破损的手机，真的还就挺颇有感慨的吧。辉夜这个系列有很多大大小小非常戳中我的点。当时辉夜手机就是坏掉了，然后呢，就是照片都不见了那一集，真的有狠狠触动到我，也是让辉夜这个形象丰满了非常多吧。就是她是如此一个会记挂这些舍不得这些珍贵回忆的姑娘，即使像她这样子的冰山美人，当然也并不是真冰山了，但也都是会活在过去的吧。非常非常珍惜大家彼此的这个情谊，然后也会在大家要解散的时候非常的焦虑。但是让我感动的地方真的实在太多太多了。从最开始的这个 OP 出来，我就一点都绷不住。虽然它很多画面也都是之前就是出现过的名场面吧，但是真的一下就是非常多的回忆涌上心头吧。这一集真的就是甜齁了吧，一上来就是几个重磅的那种甜度炸弹的感觉，没有保持这个苹果肌扁平的义务，我只能说一直就是被他们甜的嘴角持续上扬嘛。尤其是打电话的那一段，我觉得完全就是那种青春感拉满了。虽然我有打过很多这样的电话吧，但我总觉得吵架居多。真正像他们这样如此的心意相通，珍视着对方，挂念着对方，真的是太幸福了。两个人说着一些琐碎的日常，一边看着天空，望着同一轮月亮，然后在后面又继续就是钻进被窝，继续去畅聊，然后还时不时发出一些很诡异的笑声，怎么可能忍住不笑啊？而且整个制作的风格也还是完全延续了之前的那种调调吧，依旧这么会整活，我真的会笑死。哦，对哦，
时尚跟那个学姐怎么样了？見回り強化週間なので本日はこれで TG 部のみんなで宇宙人狼やるのでおう、また来週な。二人っきりだな。どうした？孤男寡女。バカらしいわ本当。篠宮。いえ、いろいろ考えすぎていて。会長、二人きりで。这招已经不好使了。そういえば早坂が家から哇！大丈夫なの？新しいお付きの人が入ったのですが、おそらく兄の息がかかった人間でしょう。这也太好了！休まる暇がありません。牵手手回家。早晚你能辞职？このまま帰り道が続けばいいのに。じゃあ帅帅的，美美的。まだ新居来たことないだろう。今日は親父朝まで飲み会でいないし。K の食事ですか？素敵ですね。見ろ、篠宮。オートロックだぞ。安心ですね。好可爱啊！楽ですね。で、俺の部屋。今まで K と同室だったからな。终于有自己的空で间。も仲睦まじくて素敵でしたけれど。还是那些笔芯儿是吧？他一直都留着那些笔芯儿和。しまった。なんか今のは意味が出る発言だった。なんとかごまかさないと。ごめん、変な意味じゃなく。わかってます、わかってます。すか、K ちゃん帰ってくるの遅えな。晩飯遅くなるぞ。两个人害羞的反应真的很可愛。K、藤原ん家にお泊まりだって。孤男寡親父も今日女，は帰ってこない。我去。今日のところはやめとくか。また日を改めて。そうなんですか。帰った方がいいんですか？私、こういう時どうしたらいいのか何もわからないので。いや、回去比较好。じゃあ。止まってく。男と女にとって最も山場となる恋愛頭脳戦の那个广告脑袋又再次出现了。他俩实在太可爱了，我真的是萌的我有点难受了。点了外卖吃，一起看电影，红发安妮吧，应该是。哦，大家都有着很欢快的生活，是吧？他们去唱卡拉 OK， 太可爱了。不想面对啊。先に入ってくれ。着替えと歯ブラシ用意しとく。真的要住下了。寝巻きは K のがいいかな。
俺のだと少し大きいかもしれんし。会長の服。他已经可以夜不归宿了吗？会長の服がいいです。这么直接？わかった。用意しとく。親父今どこ？今配信者たちの飲み会で怎么有一种10分に1回のペースでビールを飲ませ他妈在干嘛呢？たいんだが。帰ってくる。ああ、そういうことが。わかったわかった。今夜は絶対に帰らない。这么牛吗？他秒反应过来。かぐやちゃんによろしくな。ちげえから。そういうのじゃないから。他爹在蹦什么迪呀、萌葉とケイちゃんと合流。みんなで甘ケイも本当に藤原ん家にいるみたいだし。熟悉的小曲儿。どうする？これはどうなる？ここでガツガツ行くのは時期尚早か？いや、気負わなくていい。自然なことを自然なまま受け入れればいい。融化了。そうなるならなればいい。だが、一応準備は済ませておくか。匂い、オッケー。真的吗？这真实在发生了吗？啊？啊？什么？吹着？真的吗？真的吗？没听说过。等一下，这种东西不会过期吗？我妈呀，这危险的发型，这谁受得了啊？这太犯规了吧？不是，等一下，怎么突然有一种就是进阶了呀？咱不是青春那个。そういう流れよね。とうとうそうなんだわ。一応一通り流れの予習は済ませてある。粗相はないはずですが、実地は怖い。というか、唐突にお泊まりで会長の方は準備できてるのかしら。ただ、一応早坂にお守りとして持たされているのよね。啊哈！原来你们都有所准备了吗？啊？虽然很好可爱啊！还有小，等一下，我怎么看到了小辉夜？そういえばみんな連休だからか用事で早く帰ってたな。石上も今日は小安先輩たちと。その話聞きましたよ。まだつながりがあるようでなんだか安心しました。いつも通り。したら藤原といいのがからかい出してな。そうでしたね。真的能保持平常心吗？这么可爱的辉夜。いつも通り。いつも通り。いつも通り。そうですね。ぜひ取り組むべきです。いや、なんねえな、そういう雰囲気。感觉就是很正常的在聊天，是吧？どうする？篠宮、眠いか？ちょっと、普段はもう寝てる時間なもので。篠宮はそういうつもりで来たわけじゃないんだろうしな。俺たちはゆっくり行けばいい。难说。そろそろ辉夜是真的困了吗？リビングに布団を敷く。リビング？啊！俺が気弱でよかったな、篠宮。今日は2人でピザを食べて。但是我说真的，这样的男生很加分啊。それでいいんさ。啊？辉夜睡客厅吗？等一下。もう少しお話ししたいです。そっち行って。
辉爷，我不认识你了，我的天呐！他这2集这么直给，这么直接。いえ、大丈夫。这么主动。ちょっとだけ狭いです。抱在一起。じゃあもうちょいこっち寄るか。はい。篠宮。我天呐！我的天呐！啊！等一下，这这是可以播的吗？でも会長はしたいんですよね。いや、したくない。这车速。篠宮が嫌なら。別に焦ることでもないしな。次の機会に。次っていつですか？焦らなくていいんですか？会長はアメリカに行ってしまうのに。别呀！怎么还是要去啊？焦るのはおかしいですか？我别这样。服を整えろ。そこに座る。别这样。篠宮。俺がアメリカに行っても俺たちは恋人だし、ちょくちょく帰ってくるつもりだ。帰ってきたらそれこそ時間はいくらでもある。違うか？でも4年ですよ。还有圣诞假期，有春假，有暑假。人ができるかもしれない。不会。焦るに決まってるじゃないですか。ならせめて何かの形でつながって。哦。不要没有安全感呀。不利になることだから言いたくないんだが、男に女を覚えさせない方が浮気はしないものだぞ。啊？そうなんですか？そういうもの。真的吗？してもしなくてもどっちもどっち。こういうのは篠宮がしたいと思った時にした。好喜欢这个摸头，好温柔啊！满分操作，我只能说。もう少し心を整理する時間をください。今日は寝ず起きたらなんかうまいの食いに行こう。啊！会長好き。俺も好きだぞ、篠宮。我的天哪！我真的可以看到，我真的可以有幸看到吗？啊？結局盛り上がってし啊！我ただいま。あれ、ピザ？あお兄がピザだなんて珍しい。昨日誰か来てたの？いや。啊！已经很开心的辉夜了。数時間前まであそこに篠宮と。当たり前だけど、篠宮の裸体って実在したんだな。人の肌の感触ってやば。先祖全員あんなことしてたとか嘘だろ。俺たち本当に焦らなくていいんだよ。虽然是人之常情。
こじゃん。篠宮の香りがする。哦，本当に最後までちょっと枕借りていいですか？我就是我。焦らないでいこうって話をしたばかりなんですよね。そうなんですけどね。しょうがないじゃない。焦らなくていいと言ってくれた会長が。哦，确实，なんだか真的很迷人。月が100になっちゃったんだもの。月がそうなったら何もかもがどうでもよくなったの。やっぱりキッスの魔力はすごいわ。変なスイッチが入るの。最後の方なんてむしろこっちから誘惑して。好主动。他俩以前可不是这样，他俩以前是应该兑换过来的哦。なんかすごかった。なんかすごいんだ。恋そのもののような感じはとにかく人肌の安心感がすごくて、あれはちょっと病みつきになりそう。でも世の中の人がああいうことしてて、そうやって命がつながってきたと考えると変な感じ。寂しがり屋が人類の歴史を紡いできたのよ。なんか悟ったようなこと言い始めた。でも你怎么已经成神了是吧？已经神化了。そんなものでしょ。特別な日の特別な夜になんて別に求めてない。もっとありふれてるものでいい。なんとなく雰囲気に流されて、後々考えれば少し愚かだったかもくらいの普通のどこにでもいる高校生カップルって感じがするの。爱情本该如此吧，虽然并不是随处可见。本当に少しずつ篠宮かぐやは普通の少女になっていく。好奇でも潔癖でもなく、目の前の楽しいことを気兼ねなく楽しむ。そんな普通。何笑ってるの？いいえ、いつかはかぐやは若干口が悪くてちょっと頭がいいだけの普通の女性になっていくのかなって思ったらつい笑いが。何それ、全然笑いどころがわからないわ。いいえ、個人的にツボなだけで。早版。私決めたの。文字通り会長には私の全てを渡した。もう怖いものなんてないわ。会長がこの学園を去るまで目いっぱい楽しもうと思うの。いろいろ吹っ切れた。したいことをしてやるわ。いいんじゃない？今まで人目を気にしてこそこそ交際してきたでしょうし。そうなのよ。本当は毎日会長と学校に行きたいし、もっと2人で遊びに出たい。お昼は2人でお弁当食べたいわ。重鎮中の噂になるでしょうね。知ったことじゃないのよ。ならいいけど。他们俩在一起也很幸运啊。盛り上がっちゃったんだから仕方ないじゃない。总是没有办法。盛り上がっちゃったんだから仕方ないじゃない。哦。そんなこんなであっという間に日々は過ぎている。会長が旅立つ日がやって。这应该就是他们后来的家吧。私は大勢の前であんな失態を。あの記憶だけはなくしたい。黒歴史。それはかぐやにもあった。明日会長は空港から旅立ってしまう。啊？私を残して。已经要去美国了。よく映画とかで見るやつだわ。篠宮。はい、会長。什么？帰ってきたらその時は結婚しよう。哦，立 flag。言われるかもしれない。そうしましょう。そんなことを深夜遅くまで考えていたかぐやは。可愛。今何時？白金が旅立つ大事な日に哦盛大に寝坊不！した而且这个时候早坂应该也没有在做女仆了。哦，大家都来了，还有他们。
笑死了这司机。そろそろ時間か。みんな見送りありがとな。早坂、かぐやのことは頼んだ。後で LINE するから。向こうで目移りしてかぐやさんをやきもきさせないで。もちろん。お前がいない間は俺たちに任せとけ。寂しくなっちゃうな。ねえ、マキちゃん。別に寂しくない。我记得他们的关系，笑死我了。こんなことでいちいち寂しがってたらキリがないでしょ。看开了，姐们儿。めっちゃ寂しいわよ。素直だな。ありがとう。また連絡するからみんな元気で過ごせよ。不要啊そんなに冷静なんですか。もうかぐやさんとはしばらくお別れなのに。藤原もまだまだ篠宮のこと分かってないな。あいつは大丈夫だよ。他没有那么脆弱的。俺が保証する。そうですか。会長がそう言うならそうなんでしょうね。会長と過ごした2年間、すっごく楽しかったですよ。别这俺样ら。もそう思った気分で、意外と悪くなかったです。私は変なお兄ちゃんを思ったような気分でした。いろいろ教わって、たくさん支えてもらいました。尊敬できて大好きな会長でした。お達者で。会長、なんかあったら頼ってくださいよ。海外だろうとすぐ飛んでいきますから。じゃあ、また。あ、またな。别这样，别这样。啊，就没赶上啊。もう行っちゃいましたよ。只要哭就要在头等舱哭，要就包私人飞机哭。そういう距離じゃないけどな。国またいでる。飞来美国。お前はやることなすことむちゃくちゃだな。这只是搭私人飞机而已啊！啊，我笑死我了！每周可以去。そりゃそうなのに。会長は私と一緒にいたくないんですか。いや、ずっと一緒にいたいけど。普通人无法共情啊，我只能说。分かってますね。これだけ感動的なお別れしたのに、全然会長が遠くに行った感じしないんですか。俺もだよ。文明の進歩ですかね。篠宮先輩のアイデアです。これなら距離なんて合ってないようなものですからね。何事も考え続ければ解は出るんです。恋愛は頭脳でするものなんですよ。ね、会長。啊哦，哦，かぐや。成年，会長、他还是叫他会长啊！遅かったですね。这一看就绝对已经结婚了，应该是。あまり無理はしないでくださいね。今日、ケイさんが来たんですよ。なんだよ。老夫老妻啦。かぐやのだろ。かもしれませんね。はい、アルバム集めておきました。ありがとな。結構多いな。たくさん撮りましたから。でも、アルバムなんて何に使うんですか？ああ、今うちの会社で作ってるシステムサンプルデータに使いたいって開発者がな。ああ、元 TC 部の。そうそう、悔しいことに啊，マジの天才なんだよな、あいつ。他现在是什么工作呀？有点像电椅啊。我还记得那个骰子，他们那个游戏。
天呐！啊，这已经是就结束了吗？还是应该还有吧？这个好像是后面应该还有一个篇章。真的吗？虽然最后结尾真的就是那种平淡的美好，就他们一直都在一起，我的天呐，根本看不够，根本看不够。那时尚他们呢？我感觉是不是应该好像有些，还是说之后会演？我感觉有一些东西没有完全都交代完嘛。真的看得太满足了，我只能是说 A1 是我的超人。上一个剧场版也超级好看啊，直接坐飞机去告别。哦，这是在干嘛呀？太好了，就确实是还有后续的。辉夜是他去摄影了。我刚刚还想问，就是辉夜他到底去做什么工作？因为他看上去在自我爱屋里面待着。然后呢，白银就是会长，应该是可能做了一种就是很高科技，应该是很高薪的工作吧。毕竟从那个斯坦福毕业。怎么说呢？就是 A1 对于辉夜这个系列还是处理满满吧，依旧如此的高质量，真的是看得我太满足了。再一次感慨，到底什么时候还会再有如此优秀的搞笑恋爱番吧？就是尤其是这种校园剧的，真的就是很难翻越的一座大山吧。虽然我看过的这些恋爱番并不是很多，我的这个参考范本也不是很多，但是在这个类别里面，真的只有辉夜牢牢的抓住我了吧。我觉得就是看到很多地方完全就是为了他们的幸福，很纯粹的就是为他们高兴吧。真的就是也是一路看他们走来，就是不断的不管是拌嘴啊，还是给彼此使绊子啊，但是都一直都非常害羞的向彼此靠近着，一直到现在真的还是充满着浓浓的不舍吧。那看到他们最后能看到最终他们就是一直走在一起，然后最后能够依偎在彼此身边，真的是太好了。而且两个人就是共处一室的那种就是小青涩也非常的可爱吧。虽然我是属于比较那种保守的，我觉得就是这种高中生的话还是不要发生这种关系比较好。先抛开这一题，就是会长他首先没有表现出一个就是猴急的感觉，我觉得这已经非常加分了。我也非常同意，就是辉夜他觉得会长说就是不用这么焦急，就非常的加分嘛。那个时候他非常的迷人，他想要等辉夜做好准备，他想要就是给辉夜足够的时间。当然呢，辉夜也非常坦率的表达出了自己的想法。当辉夜说出自己想到他马上就要分别了，想有这样一层进一步的关系的时候，我真的就是会很心碎，我真的不想让他们分开。异地恋我觉得确实是非常难谈的吧，但是呢，他们最终也还是度过了这4年。虽然辉夜也非常有钱，就是真的像他所说的能够每周末都去看会长，但是我觉得就是随着年纪越来越大吧，就是其实时间反而是更加宝贵的，真的愿意为彼此花费一大部分的精力和时间给到彼此身上，我觉得就已经真的很真爱了。会长也不愧是会长吧，一直以来也是给辉夜了足够的这个安全感，即使身处异国，他们也始终就是这样保持非常热络的这个联系。他们对彼此的这种心意真的就是我就觉得太梦幻了。当然了，他们每个人也都非常幸运，彼此身边还有这样一群非常非常好的朋友吧，包括像早坂，其实我还是很期待看到他们的一些故事的，包括时尚啊、米子啊、藤原书记啊，
啊，就是这个篇章大篇幅的还是放到了就是辉夜和会长两个人身上。我也非常非常期待接下来的应该是结束篇章吧。最后大家一起在就是机场送行会长的时候，我真的就是要泪如雨下了。我真的是看不得这种离别的场面。虽然很快就又回到了就是他们都已经长大成人，这4年已经就是略过了，还是很高兴看到即使出了国，大家都还如此保持着联系。就不仅是会长和辉夜毕业了还能就是保持着紧密联系的关系，真的非常非常之珍贵吧。那这期视频到结束啦，我们下次再见啦，拜拜。